皆さんご機嫌いかがでしょうか。バドンカドンクのポッドキャスト。 Oh, 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 damn. What a very nice badonkadonk. Yeah. はい、始まりました。誰？ジェントルマン。いやいやいや、ジェントルマンな今の。ジェントルマン。なんかもう考えすぎてあんまこのポッドキャストとかラジオであかん長い沈黙があったよ。正直言っていい？もう俺この入りの Oh damn that's a badonkadonk のアイディアがなさすぎて、このエピソード始まる前に、キャメラマンイクミに、俺ちょっとなんかカテゴリーテーマちょうだいって言ったらジェントルマンってこいつ言われたからジェントルマンってどうやってやるんだろう。だから今のダニエルのベストジェントルマン今出した。ダニエルの中でのジェントルマンってこうだぞがそうやったんや。いや。じゃあ1個だけ聞きたいねんけど、途中でさこうまあ聞いてる人あれやねんけど、ほっぺたの肉つまんでペッてつまんで離したやん、何したんあれ。あれね、なんかイメージ出せれなかった。ここにお尻ないから。だからお尻のほっぺをこれをイメージして、なんかパシじゃなくてこうやってでなんかプッてやった。ジェントルマンだったらパンじゃないかなと思って、なんかちょっとあなたの中でのジェントルマンってお尻をつねんねや。こういう感じでちょっと第二関節のとこでピッてつねんねや。ちょっとかわいいねお尻。へえ。キューバドンクドンクって知らんけど、それがチュルージェントルマン、トゥルージェントルマン、本当のジェントルマンだそうです。はい、なんでこんなバドンカドンクのところでいっぱい時間割くねんなあ、説明にすごい割いて。いや今日はね、ちょっと話したいなと思ったのが、名前。何の？我々。OK。いやまあね、言ったらちゃんと名前があるじゃないですかみんな。名前がない子なんかなかなかいないんですよ。まだ探してもな。そうで、であなたはダニエル・ウィルソンって名前があるじゃない。違うよ。誰？ダニエル・ヤホーラ・ウィルソン。ミドルネームがある。まあこれもそうやねん。そうだから名前にさ違いがあるやん。まあ私村田裕樹って言うねんけど、ミドルネームないやん。そのミドルネームって何なのかなとかも思うし。あげよっか。いらんねんけどいらんねんけど、ほんまに初めて子供の時に、日本のなんか書類書く時って基本的にやっぱ名字名前氏名、名字がファミリーネームだっけ？そう、名字と名前っていうのが分かれてて、この2つの欄しかなかったんけど、ちょっとなんかで初めてもう一個下の欄にミドルネームってあった時にえってびっくりしてん。そこで私は初めてミドルネームというものを知ってんけど、ミドルネームというのは当たり前なんやな。アメリカに住んでるやつらは、少なくても一つ、多い人は5個ぐらいあるし、なんかまあラティン系の人は多いんだけど、その数の違いは何ですか？その元々の国のやり方。ルーツってことか。だからブラジルとかは、そのなんかお母さんの結婚する前の名前も入れて、お父さんの名前も入れて、なんか、めっちゃ長くなんね。引き継ぎまくんねや。そう。基本は男サイドからもらうやん。日本も同じやん。そうだね、名字、結婚したら男の人の名字になる。で、やっぱミドルネームはそのルールないな。家族によるミドルネームどうもらうか。例えば俺のミドルネームはものすごくレアなの。ヤホラ。それどこのやつかもわかる？ごめん。Bless you。ごめん、なんかヤホラのせいが。ごめん。ヤホラはインディアンなの。ネイティブアメリカン、インディアン、ネイティブアメリカン。もともとなんか
白人が俺たちの土地盗む前にもともとのアメリカ人、言い方がちょっとまあその通りなんだけどなんかすごいトゲがあったからあんま敵作りすぎない方がいいよいやいやいやまあまあでもそうやなもともとの住んでた人のたちの先住民の名前なんや。そう俺その血が入ってんの、うんうん、結構レアな方のセミノルとクリークインディアン。あもう分からへん、まあまあその like みんなが知ってる like ナバホよくさイメージするこういう羽がさペッペッペッってついてる人たちがそれかな待ってごめんよくイメージするからさこんだけなんか浅く知ってる人久しぶりに話すからこんなもんやって日本なんか、でもそういうことだよ、まあこう鉢巻きみたいなのに羽が生えてる、まあまあでなんかそう上裸で、まあこの歴史はめっちゃいろいろあるけどでもそう、いやそのインディアンがまあネイティブのその血が入ってるで一つの家族のサイドがそのインディアンでその名前はヤホラへえで俺の家族はもう白人が入ってきたの、その歴史と同じでいろんな形で、白人が来てウィルソンになったのだけどそのヤホラ残したいからミドルネーム俺の家族だけミドルネーム全員ヤホラなのだから弟のミドルネームもヤホラだから俺勝手に名字とミドルネームみんな同じと思ってたの子供の時俺たちの家族そうだったから、だから俺本当like 17歳まで知らなかったの人の家族あってみんな名前ミドルネームが違う人もいるんだって違うんだって言ったら違う当たり前だろ名前違うじゃんって俺の家族全員ミドルネーム同じなんだ全員ヤホラなんだけどパパもシンディおばあちゃんもみんなヤホラだからその方が珍しいんやそうへえでそれがこの出してきたヤホラベイビータトゥーいやそれヤホラって書いてある That's ヤホラへえでもなんか素敵やなと思うOK だってうちらは、まあ今のところね結婚したらその旦那さんの名前になるっていうので、やっぱ旧姓っていうねんけど、私の名前とかなくなっちゃうから、親の名字が、でちなみにさ、もし結婚したらさ、ミドルネームを残せるの？日本人と結婚したらどうなんのやろ？足せれるんちゃう？そんなルールある？日本いやでもね多分今欄があると思うそしたらヤホラを継がせるの？ウィルソンかヤホラかってこと？でも名字はウィルソンだからウィルソンじゃないの？ヤホラはもうじゃあ子供できた時に足さない？名前にする名前ヤホラウィルソンにするもうそのものにすんねや背負うもん大きすぎひんかそいつGood luck 頑張ってなるほどねヤホラウィルソンでも正直、日本の名前この漢字に結ばれてるんだけど、ものすごくかっこいいと思うの。ありがとう。そのシステムがだからなんか昔のすごい人なんか虎のなんなんかタイガーどっかのタイガーみたいなどっかのタイガーなんかの虎なんか名前に入ってんのドラえもんドラえもんのブラザードラえもんそのつもりで言ったんじゃない何昔のなんか戦争とかなんかいろんなみんなニックネームなんか3つ目のなんか虎のそれあれだ何やったっけど忘れしてるでもなんか本当の漢字の名前にも虎かなんか入ってんだよ入ってない入ってないそれあれやろちょっと待ってちょっとだけ調べさせてとにかく俺言いたいのは、友達の名前でかっけえなと思ったのは川上なんか川のゴッドって聞こえたんだけど違う神だよって知ったけどでもなんかそういうイメージがあるからかっこいいな音でな、なんかそういうなんか river god かっこいいでお前はって聞いたらこいつ田中 I was like シャバなんでなんかわいそうなこいつは何川の神様お前はフィールドのど真ん中でもほんまの意味知ったらこいつ川の上の方やでやで
いいんじゃない？あ、いいんや。違いわからん。こいつの感性の違いがわからん。でも俺ね、田んぼの真ん中と川の上の方やったら川の上の方がいいなってなるんや。いや、川の上の方で俺一回、うん、金持ってないメキシコ人がよく川で風呂とかすんの、はい、アリゾナ州って、はい、言い方悪いな、金持ってないメキシコ人って、いやでも金持ってないメキシコ人だから事実なんだけども、で俺一回なんか前の日めっちゃ飲んで二日酔いでもう下痢がめっちゃあったの、でもみんなでハイキングしてて、もう本当うんこしようと思う前に、うんこがもうブワッて出ちゃったの、もうそういう時あるよな、もうで下痢ものすごく川にプシャってもう本当もう下ろしてもその出した瞬間やもう川で下痢したの、やばってもう見えたの、流れていく、でそのやべえなってそのままハイキングしたらもうちょい進んだらそこら辺でメキシコ人が風呂してたからごめんだから川の上の方が絶対いい。いやいいけどそれ川下さんよりは川上さんの方がそう考えたらいいけどいやそんな理由じゃないと思うけどごめん一回戻るな、さっきの言ってたやつ分かった、異名な武田信玄やろ多分甲斐の虎や。Yeah, the Tiger of Kai かなんかそうそれはその地域の虎恐れさせるほど怖いっていうなんかそういうちょっと待ってな言い方やったと思う。OK、だから虎甲斐の虎とそれなんかかっけえもん、なんかジョージ・ウォシントンそんなんねえから異名ジョージ・ワシントンはジョージ・ワシントンおもろいな、スラングあんだけ上手につくのに異名作らへんねや別にイーグルアイとかでもいいやん。ちょっとかっこいいなイーグルなんかジョージ・ウォシントンイーグルアイだったらこいつやべえなそういう付け方やから日本のそれは誰やったっけ。本当に人をいっぱい殺さないとニックネームもらえないのアメリカって。なんで殺すことだけでも本当にそう、まあでも、この人たちも武将やからそうかもしれない。イギリスだけど、like、ジャック・ザ・リッパーとか殺人犯やんけお前、それ連続殺人犯やろ。いやでもちょっとかっこいいニックネームじゃん、ジャック・ザ・リッパーと甲斐の虎を一緒にすんなこっちの戦国かっこいい武将、独眼竜ジャック・ザ・リッパーじゃなくてそうじゃなくて違うのよ。まあでもかっこいいよ、かっこいいけど、それはそういう異名っていうそういう風なもう一つの名前があるってだけ、伊達政宗独眼竜とかだけで、それは別に関係ない、自分たちの名前とは。I see もうそれがニックネームみたいな right、これ外国人から聞きたい。はい、外国人の頭のサイドから聞きたい。はい、外国人ダニエルからの質問です。日本人の中で、この日本人の名前イコールこのステレオタイプとかってある？例えばこのなんかサトシって出てきたら、なんかみんな日本人全員サトシはこういうやつだなとかってある？ないんだ。ない。だからその地域によってサトシってやつがめっちゃチャラかったりしたらサトシってチャラいやつになるかもしれんけど、その名前でステレオタイプはないかも。名字はある。OK、それ知りたい。なんか西園寺って聞いたらなんかすごいご立派な方かなとか思っちゃう。初めて聞いた。それなんか韓国の名前に聞こえた。違う、恩寺とか言うな。西園寺、西にそのに寺って書いて西園寺さんとか、なんか御手洗さんとか、3文字の勅使河原さんとか、なんかそういう名前ついたらすごいって思っちゃうかも。すごいって昔からってこと？歴史的にすごいってなんやろ。西園寺さんはちょっとお金持ちなんかなみたいなのあるけど、そういうなんか長い名前見るとレアやなって意味ですごいみたいな感じがある。I see、何あるんその名前でイメージみたいな。Yeah、だから俺たちもそのカレンっていうものが存在するし。何カレンっていう名前 K-A-R-E-N カレン。カレンは言ったらアメリカ人全員の中で、40歳の白人の短い髪型のママで何でも文句言う人クレーマー気質なんや。そうがカレン、だからなんかそういうこともし始めたらカレンと呼ばれるもん。そのぐらいなんか名前イコールこのステレオタイプとか。But yeah、俺日本に来てから、大好きな名前。これ外国人同士の会話ね。
だからこれは日本人多分知らないけど、外国人の中だと、おいおい、教えてくれ。湘南とか逗子とか海でめっちゃ焦げてる日本人。焦げてるどうやって言うの、まあ、焼けてる、ね。いや、焼けてる、焼けてる。ちょっと焦げてるだなんかもうちょっとプスプスってなってで、なんかサーフィング好きで、とてもチャラくて、絶対なんかアンクルにこういうミサンガみたいなね。いや、ちょっとつけてるやつの名前は絶対大輝。ちょっと待って、でもちょっと待って。俺何回も湘南でチャラいやつとなんか飲んで、そのアンクルやつつけてるなんか、いやーってなんか絶対名前何って大輝。絶対大輝やね。なんかイメージあるかも。ほら、そういうこと。いや、それ。これ、でも違う、分かった。これはなんかそういうテレビかなんかであるわ。そういう人を見たことがあるからかも。でもなんかな、俺本当になんか5人ぐらい全員大輝なんだ。それ、Yo, I'm telling you. 海が大輝を連れてくるんかな。Yeah, yeah. いや、でもなんかちょっと納得しちゃった、今の。ほら。いや、あるわ。例えば、もうフレーズ的に average Joe とかある。Joe is just average Joe。アベレージJoe？一般人。もう普通のやつ。ジョーは普通ってこと。ジョーって聞いたら、普通やなみたいな。そう、like もう定番のもう、like とか、アレン・スミス。スミスは。アレン・スミス is just like、もう普通の白人。スミスは聞いたことあるかも。Yeah. Smith is just, でも、アレン・スミスっていうなんかよく、ここに名前入れてくださいで、例える名前がいつも like アレン・スミスって書いてあるの。あるある。日本何かわかるそれ。太郎、山田。正解。No way! ほんま。No fucking way! いや、じゃあ分かった。絶対どっかで見たことあったんやって。区役所とかで見てない？それしか読めないから。TAROYAMADA って。そう。おったんちゃう。そう。なんかどっかの記憶出てきた今。それがまさにアラン・スミスやわ。アレン・スミスイコール山田太郎。こちらの。女の子もあるから。アメリカのは、ジェーン・ドー。ジェーン・ドー。でもそれはなんか警察が亡くなってる女の子の名前言えないときにジェーン・ドーっていうの。なるほどね。言えない名前。ジェーン・ドー。こっちはそんなんじゃないけど、花子。違う。いや、違う。大丈夫、違う。キングオブコント勝ったトリオ来ると思った。そうだけど前のエピソードで同じボケやったから別の花子のちょっと探してたけど、何も出てこなかった。花子覚えとき、もう一つちょうだい。花子学校の女子トイレのそうだ話したわ前ホラーエピソードのやつで妖怪のとこな。それがなんかあるなって。ほわ花子さんって花子ってそれは初めて聞くわ。なんやそれ。そう花子さんの歌があんねんけど、そう日本は太郎と花子が、まあそういうイメージかも。OK。女の子と男の子とね。よくある名前のイメージです。OK。じゃあ、例えば、子供出てくるとしたら、出てくるはい。ちょっと大人遊びしちゃって、子供できちゃったら、なんかつけたい名前とかってある？ちなみに。私ある。あんねん。じゃあ考えたことあるってことなんだ。あるよ、全然。こんなんちっちゃい時考えるもん、やっぱどんな名前にしたいみたいな。っていうか普通になんか結婚したらどんな名前になるやろうって好きな子とさ合わせたりしたりしてたし。OK。俺たちは変わんないからそういう遊びできない。そっか。それもだからさ、日本の名前って漢字があんねん。例えば私の名前ゆうきは優しいっていう字に、貴族の木。間違えた多分。何？親。合ってるって。大正解で。誇って。プラウドオブミー。プラウドオブユキ。本当間違えたかも。当たってる。優しくて気高い。まあカインドノーブルかな。ミス村田間違えたよ。大正解やん。間違えたよ。本当にカインドノーブル。そんな子に育ってほしいという名前思って名前をつけてね。だからいろんな子はみんなそういう
漢字で名前がある。Okay. で私は好きな漢字があって、太陽の陽。漫才するときによくそれをイメージして出てくる。違う、よじゃないです。まあすごい陽気ではあるからあってはいるけど違います。でもその太陽の陽っていう字がまあ陽とも読めるし、春とも読めんねん。まあ漢字っていろんな読み方あるからさ。だから女の子であっても男の子であってもこの字は入れたいなっていう、のがある。あと初恋の男の子の名前それやったし。それが入ってたってこと？入ってたから勝手に好きな漢字になってんのもあるかも。なるほどね。うわ、そういう考え方いいな、正直。その意味が、それが日本語めちゃくちゃ本当に好きな理由。その漢字とか全部言葉になんか理由のイメージがなんかつく。今太陽とかその、right？なんかかっこいいやっぱ。どんな子になってほしい？私が漢字探してあげるわ。なるほどね。どんな子？それで今日最後やわ。ポジティブでリベンジが好き。怖っ。ポジティブでリベンジが好きなやつどんなやつ？ポジティブって明るいやから明るくて復讐が好き。だから柊やろ。復讐の柊っていう漢字がちょっと怖いから。名柊くん。名柊ヤホラ・ウィルソン。ちょっとかっこいい。